You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one. 子供の時、小学生ぐらいにお友達と一緒に絵を描いたりして、だいたい中学生ぐらいまでは描いていたんですけれど、高校受験を機会に一度イラスト描くのやめようと思ってやめちゃってからは、大人になるまでもずっと描いていなくて、で、社会人になってから何か趣味を持とうかなと思って始めたのが、またイラストだったので、実際にはこういう萌えイラストと呼ばれるものを練習し始めたのは大人になってからですね。全く考えてなかったですもん。ただの田舎者の子供の遊びみたいな、ほんと自由帳に落書きする程度しかやってなかったです。そうです。やることがなくて。ちょうどやりたいことで挫折した時期で、何か新しいことしたいなと思った時に、兄が見ていた作家さんの絵日記がすごい大好きで毎日見ていて、ああいうことができたらいいなっていう憧れから始めたのがきっかけで、もちろんその時もプロになることは一切考えてなくて、ただブログを更新する人になりたいなって思ってました。いえ、全くないです。ブログを書こうって思った時から、発表しながら練習していくっていう感じで、どこが学校に通ったりとかは全くなくて、インターネットとか雑誌とかのハウトゥーを見て勉強をしたり、いろんな方のイラストを拝見して真似してみたりっていうので練習した感じでした。プロを意識したのは同人で、その後でやらないっていう風に、お友達が言ってくださったり、見てくださった方が言ってくださったことによって始めたんですけど、やるからにはちゃんとしようと思って、たくさんの人に見てもらえるようにしようっていう考えは生まれるんですけど、プロになれるとはもちろん思ってなくて、同人でしばらく書いていたらお仕事をいただいて、お仕事をいただいた時と、コミックマーケットに参加させていただいたっていうのがちょうど同時期ぐらいだったんです。で、その時にやっぱり自分と同じように絵をたくさん描いてる人がいるのが席数でわかるわけですよね、イベント会場で。この人たちがこんなにたくさんいるのに、お仕事をその中でいただけてる人になったっていうのは、もうほんとにちゃんとしなきゃいけないんじゃないかなと思って、そこで初めて上手くなろうと思ってたものが、プロとしてどうしようになっていったのは多分そのあたりだと思います。全く関係ないです。吉野家さんで働いてました。牛丼が好きで、接客業が好きで、カフェで働いたり、もういろんな接客をすることを様々やりました。単発で試食のバイトしたりとか、のらりくらりとアルバイトで、いろんな人と会うのが好きで、引っ越したりしながら、バイトを変えながらしてたので、もう全然イラストとは全く関係なく過ごしてました。そうですね。本当に新しいことするぞと思って始めたことが、ずっと続いてるっていう形で、自分自身がなんでしょう、なるぞとか、やるぞって思うと、客観視ができなくなってしまう人間だっていうのをよく知っていて、できるだけ本当にプロになるぞ、ちゃんとしようって思うまでは、自分自身を冷静に見ていったという感じです。そうしないと、うぬぼれたりとか、自分の絵がどうしたらいいかわからなくなったり、どのぐらい人に見てもらえるんだろうとか、人に見てもらわなきゃって空回ったりするのが怖くて、それで、なるべく最初は私は趣味でやってるんだっていう意識でやって、ある程度ちゃんと人に見せられるようになったところで、じゃあ今度は
もうちょっと高いところから目指そうっていう風に切り替えていった感じです。いや、全然ストイックじゃない。すごいストイックじゃないです。全然自分に甘いんです。めちゃめちゃ。多分雑誌さんにイラストを描かせていただいたのが最初じゃないかなと思うんですけど、そうですね。目に見えてこう自分でも確認できたお仕事っていうのは、雑誌に載ったイラストですね。ああ、覚えてないな。お友達のお手伝いをしたりとか、同人誌を書いて楽しくやってたので、なんか、お仕事と多分その自分がやっていた同人誌の間にあまり垣根がなかったんだと思います。やってないっていう意識がなかったというか、もうずっと絵を描いていれば、私は何かをしてるみたいな意識でいたんだと思います。あんまり仕事がもらえた、もらえなかったっていう思い出は残ってないかもしれないです。すいません、記憶がかなったですみません。そうですね、本当に自分がプロになれると思ってなかったんです。いい意味でも悪い意味でも思ってなくて、だから、お仕事いただけるんだ、ちゃんとしなきゃっていう、なんか求められるからにはやりましょうみたいな。ちゃんとしてる人たちがいるフィールドに行ったんだったら、ちゃんとしなきゃっていう感覚、申し訳ないなっていう、あんまりなんだろう、ヘラヘラやってちゃいけないんだなっていう気持ちになったっていう感じです。そうですね、プロ意識というか、怖いの方が先に来ちゃうんですよね、やっぱり。なんか、嬉しいもあるんですけど、同時に怖いもある。変なんですけど、お仕事をいただいた時に、同時にこう、ドキドキしてしまって、もっとやれたはずなのにとか、一緒に並んでた方のイラストがすごいお上手で、こんなんで、こういうところに立たせてもらっちゃったっていう自分もやっぱりどこかにあって悔しいみたいな感じでした。もう申し訳ないよりも、プロ意識としてというか、よりも悔しいの方が先に来るタイプです。なんでもっとやれないんだろうみたいな。そうですね。いつだろう。うーん、同人誌を月1で書けるようになった時にこれだけ書けるんだったらいけるかなって思いました。なんかあと、やっぱりファンの人が来てくれて、いろんな人が見て自分の作品を買ってくれて、商業でも見ましたっていう声をかけていただけるようになって、で、ほんとに楽しすぎて仙台にいたんですけど、毎月毎月東京に来るのが楽しみすぎて、ほんとに毎月本を作ってて、だから、もうこんなに好きだったら、これでいけるかなっていうか、これでやらせていただけるかなという、なんか食べていけるとかよりも、書いたらやれるだろうみたいな、数打っちゃやっていけるだろうという感じでしたね。今だったらもう絶対無理ですね。よくやるなと思って。帰りたいです。あの頃の体力に帰りたいです。絶対に机に座るところ。絶対に。あと、配信をずっと最近してるんですけど、配信をすると絶対に椅子に座るので、なんとか縛り付けてやっている感じですね。あとはお友達が一緒に作業をしてくれる人がたくさんいるので、それでなんとか机に私を縛り付けてくれるものがあるから続けられているっていう感じがあります。そうですね、自然との方が多いかもしれません。全部こう調べ物をするにも、基本的にパソコンの方が楽なんです。画面が大きいので、何かからこう連絡が来て見に行く時も、携帯だとちっちゃいで結局パソコンの前に座って、で、なんかいろいろ調べ物をしてるうちに、そろそろやるかとか、
あとお友達と通話するのも基本机の前に座って通話したりして一緒に動画見たりとかするので、そうするともう絶対にパソコンの前に座ってないと動画は見れませんから、そうやってなんか無理やりというか、自分が嫌がらない内容で座らせておいてお仕事を目の前に広げるみたいな感じがあります。配信歴は本当に純粋に配信をしてた時期を考えるとだいたい11年ぐらいはやってると思います。雑談をしていただけで、お友達と一緒にただ喋って遊んでいたのがだんだん作業もやりながら喋れるみたいになってきた感じなので。VTuber として、なんだろう、ダイレクトにファンの反応、ファンと言ったらすごい恐縮なんですけど、リスナーとかファンの人の反応がすごくダイレクトに見れるようになったことと、私もダイレクトにみんなに感情とかを伝えられるようになったことがすごい大きいと思います。ただ喋ってると抑揚だけしか伝わらないんですけど、V になると表情だとか、あと、3D を使えば腕も体も動くので、もうなんか喋ってなくてもうるさい人間だっていうのがバレてしまったんですけど動くので、そういう自分の普段の感情の大きさだとか、あと今すごい辛いっていう状況もなんか動きとかで分かってもらえたりして、そこが楽しいですね、すごい。そうですね。みんな雑談しながら絵を描くことはできる人はとても多くなってきてると思うんですけれども、イラストレーターってやっぱり絵を描いてるもの自体をどうしても見せることができないと思うんです。守秘義務があって。お仕事をやってる間に配信がしたいけど、それをやってる間に見せるものは何もなくて、ただ喋らなきゃいけないっていう風になった時に、喋るのが苦手な方もとても多いと思うんですよ。普段誰とも喋らないっていう作家たちっていうのは。そうした時に動きだけ首を振ってみたりだとか、体揺らしてみたりとかしてる状況を伝えられるっていうのが、私が V を始めた理由がそれだったので、見せられない間も見てくれてる人にどういう動きをしてるか、目でも楽しませられるっていうのが、すごくイラストレーターとマッチしてるなと思います。だから足りない部分を補ってくれるっていうのはあるなと思いますね。あります。めちゃめちゃあります。めちゃめちゃあります。ニコニコ動画から YouTube に移動した時に、サムネイルを作るっていうことが新しく加わったんです。めちゃめちゃめんどくさい、ほんと。めちゃめちゃめんどくさいです、あれ。仕事だってめんどくさいなと思いながら、じゃあ配信で頑張ろうと思ってるのに、なんでサムネイル作ってるんだろうって思う時もあって、たくさん素材を用意しておいても当てはめるだけでいいようにしたり、工夫はしてるんですけど、サムネイル作って、しかもすぐ始めたいのに予約を取らなきゃいけないっていう。30分も待たなきゃいけないんだみたいな感じで、早く喋りたいのにっていうのがあって、もうこの2つが一番最初にぶち当たっためんどくさいなでした。そうですね、そっちの方が大変です。お話は、正直何食べたって聞いたらみんな答えてくれるので。喋ってることで、言っちゃいけないこと言っちゃったかなとか、ちょっと今日当たり強かったかなとかって反省することは、勢いでちょっと良くないこと言っちゃったなみたいなことはあるんですけど、でも、配信がめんどくさいなまでは、あんまりいかないかもしれません、それで。あります。めちゃめちゃあります。逆に配信してないとどんどん崩れていきます。心が。ああ、配信できなかった、やだみたいな感じで、しょんぼりしていくことはありますし、で、こう配信したから仕事をしなきゃとか、話しながら結局書くので、あ、よかった、嫌なとこ人と喋りながらやったから進んだみたいな感じが多いです。うーん。
ありがたい。うん。相変わらず仕事人間だなというところは変わってないんですけど、そこにこう VTuber の活動がよっと入ってきたので、イラストだけのことを考えていった時期よりも、いろんなことを考えることが増えて、かなりパンクしそうになっている状況にはなりました。はい、もうずっと考えてるとだんだんいろんな種類がありすぎて無になる時があって、逆になんか、すごい何も考えられないっていう時間が増えたのが、前と違うところです。前はもうほんとずっと考え事してたのに、今もうポカーンとする時があって、年だなと思いますね。なので倒れていつも人に迷惑をかけるんです。本当に。本当にすいません。体力がなくて、バイタリティは強いんですけど、体力が弱くて、すぐ、気圧がとかって倒れたりして、よくご迷惑をおかけしてる感じです。そうですそうです。そうですね。なんでしょう、何かしてない時間がたまらなく嫌な性格と、一生ぼーっとしていたい性格が両方混在してるので、なんかもう、わーって詰め込んだ後、一人で1時間ぐらいぼーっとしてたりとか、なんか、不安定ですね。やりたがりの割には、ポカーンとする時間も必要っていう。でも、気が付いたらいっぱい、ここも入れられるじゃんって予定を入れちゃって、後で後悔するタイプです。スケジュールを管理できてないので、スケジュールを管理できていればありますって言えるんですけど、スケジュール管理できてないので、人との約束だけは、忘れないようにしようと思って、それだけです。誰かとコラボしようねとか、誰かと会おうねとか、打ち合わせがありますの時間だけ間違えないように、それだけはもうしっかり見て、あとはもう自分の仕事のスケジュールは結構マルチタスクがあんまり得意じゃなくて、予定としていっぱいこれとこれとこれがありますっていう風に横に並べると、何も手がつかなくなっちゃうので、もう目についたやつからやります。だから。今これだって、だからマネージャーさんに今日はこれって言われると、なるほどみたいに気づいたり、結構ぼーっとしちゃうので、早めに3日前ぐらいにご連絡いただけますかとかって結構打ち合わせでお仕事する方には言っていただいてても、それでもぐちゃぐちゃになりますね。できてないんですけどできてないんですけど、そうですね。でも早めにダメな人間ですとは、周りに伝えるようにはしてます。すごい一度もう何にも書けないってなった時期があって、何もしませんでした。何も初めて書けなくなったので、何もしませんでした。配信もちょっとダメになっちゃうぐらい書けなかったので、もう寝ました。寝てカラオケに行きました。スパッと、もうできないんだってか、やりたくないんだなと思って、なるべく作品を見たりだとか、全然関係のない映画見たり、VTuber さんたちを見たりとかして、何かしら自分のやりたいに引っかかりそうなものを見ながら過ごしてました。インプットがなくなったのかなと思って、ずっと半年ぐらい忙しくて書き続けてた時期で、なんか最後のスランプになっちゃう1ヶ月前ぐらいは毎日のように締め切りがあった時期だったの。もう、すごい今には考えられない枚数を書いてて、それでもう嫌だってなって初めて、イラストレーターやめなきゃいけないかもと思うぐらい、初めて書けなくなって、でもその時はもう諦めて、じゃあ、やらないって、言いながら、多分この VTuber を用意する前ぐらいだったと思うんですけど、やらないってなって映画を見たり、だらだら人と喋ったりして、ちょっとずつこう体力というか気力を戻していった感じでした。確かにそうですね。あんまり
その時よりは詰めすぎないようにとは思ってるかもしれません。今のそのイラストレーターの人たちに求められてる繊細さとか、イラストに対するクオリティって数年前より確実に上がってきてしまってると思うんですけど、だから多分昔たくさんこなせたのって、今よりも気にする場所が少なかったからだと思うんです。なんでもう、今自分がやれるスピード、やれるこの一枚の絵に対するクオリティの高さに対する時間って、ほんとに前より少ないというか、1個にかけられる時間があまりにもかかるようになってしまって、書くスピードももちろんどんどん落ちてきてはいるんですけど、書かなきゃいけないことも増えてきてるので、やっぱり仕事はちょっとずつ前よりは少なくしている部分はあると思います。You used to stop this world from spinning.